性格、考え方がバラバラな人たちでも、同じ質問にみんな全く同じ回答をするってどういうこと？こんにちは、拓司です。このチャンネルでは、とあるシチュエーションでの人のやりとりを MBTI を通して解説していきます。今回は16パーソナリティーズなどのネットの会員診断について、その講座を語ってみたいと思います。MBTI って何？と思った方に簡単に説明すると、人の性格における考え方や行動の癖を16個に分けた指標です。詳しくはこれまでの解説動画を参照ください。心理機能のすべて、その順番である機能スタックと基本的な要素を網羅しています。一体、簡易診断とはどんなものなのでしょうか？今回の動画のお品書きはこちらです。この動画ではネットで質問に答える形でタイプを教えてくれるサービスをまとめて簡易診断と呼ぶこととします。そんな簡易診断をいろんな人がどんな風に回答するか想定した場面をお見せします。登場人物は4人です。大地は高校2年生、友達から勧められて回答します。教授は20歳前半の就活生、就活サイトにて回答します。秀美は40代の中間管理職、娘から勧められて回答します。春菜は30代の映像関係スタッフ、仕事の企画のために回答します。この4人がそれぞれ回答するときの心の内を描いてみます。問1、誘いを断るとき気を使いますか？第一、はい。曖昧なのは良くないから、はっきり断るけど、代替案を出すと関係性が悪くならなくて合理的。教授、はい。せっかく誘ってくれたんだから、誠意ある対応をしないと。秀美、はい。がっかりさせないように気を使うし、その後のフォローも大切ですね。春菜、はい。空気重くしたら嫌だから、ノリよく、また気軽に誘ってくれる感じにしたいな。問2、人と協力する方が一人でやるよりうまくいくと思いますか？第一、はい。一人だと限界あるし、みんなでやるとできることも大きくなるし。教授、はい。いろんな価値観が入った方が、いいものができるんじゃないかな。秀美、はい。分担してダブルチェックした方がミスを減らせるし、当然ですね。春菜、はい。現場は一人じゃ回らないし、みんなでやった方が楽しいし。問3、意見が対立しても話し合いで解決できると思いますか？第一、はい。正しいかどうかよりも、妥協点を見つけて前に進めるかが大事。教授、はい。相手を理解しようという気持ちが大事だよね。秀美、はい。ことを荒立てないように、歩み寄る姿勢を見せることが大事ですよね。春菜、はい。空気が重いとしんどいし、話せばなんとかなると思うから。問4、その場の気分で大きな決断をすることが多いですか？第一、いいえ。見通しなしで気分で決めるなんてありえない。表示、いいえ。気分もあるけど、もっと大事なシーンみたいなもの、あるから。秀美、いいえ。前例とか、周りのことを考えないで決めるのは危険です。春菜、いいえ。ノリは大事だけど、さすがに無理だって。問5、人の意見に流される方だ。第一、いいえ。周りに流されていたら物事が進まないし。表示、いいえ。相手の気持ちを理解しようとは思うけど、自分の気持ちは別だから。秀美、いいえ。
人の意見は尊重したいけど、非常識なものは受け入れられないですね。春菜、いいえ。自分の意見は大事。もちろんボリ押しはしないけど、回答内容は以上です。いかがでしたか？みんな全く同じ回答でしたが、その思惑には隔たりがありました。なぜこのようなことになるのでしょうか？今回のシチュエーションでは、高校生の大地は ENTJ、就活生の教授は INFP、中間管理職の秀美は ISFJ、映像スタッフの春菜は ESFP と想定しました。誘いを断る問1の回答を例にとりますが、ENTJ の大地は主機能の外交思考により効率的なやり取りを意識するので、きっぱり断りつつ関係性の維持も考えています。INFP の教授は主機能の内向感情により誠意ある対応ができているかを意識します。ただ、相手との関係性についてはそこまで深く考えない傾向があります。逆に ISFJ の秀美は補助機能の外交感情により相手との関係性の維持を意識し、その後のフォローについても気を回すことが多いです。ESFP の春菜は主機能の外交感覚によりノリが悪くならないように意識して明るく振る舞うと思います。ということで、いろんな考えがありましたが、4人すべての答えがはいとなりました。他の問いにも同じことが言え、すべての回答が一致しました。これが原因で会員診断では、間違ったタイプと診断されるリスクが高いと私は考えます。もちろん会員とはいえ、多いものでは50以上の質問があったり、7段階のグラデーションで回答できるようにしたりと、それなりの信憑性を確保しているものもあります。しかし、行動や感情だけを選ぶとなると、どうしても違うタイプの人が違うプロセスで同じ回答を選ぶことは避けられないと思います。これを避けるためには、例えば何々するときは自分の中のこれこれの気持ちが解消されてすっきりするから何々するといった回りくどい選択肢にすれば精度は上がりますが、会員診断とは言えないかなと思います。また、アンケート形式のやり方は回答者のいい面を反映しがちで、客観的な回答になりにくいという欠点があります。今回、問2の一人でやるかみんなでやるかという質問で、INFP の教授ははいと答えました。これは補助機能の外交直感により可能性を広げたいと考えるからです。しかし、実際に精神的に疲弊すれば、主機能の内向感情を守るために一人を好むことは十分考えられます。ただ、会員診断でわざわざそんな状況は考えないでしょう。もう一つ、会員診断の問題点があります。仮に判定されたタイプが当たっていたとしても、このタイプのあなたはこんな性格とざっくり語られてしまうことです。同じタイプでも性格が違う場合があるということは、私の動画でも何回か述べていますが、一つのタイプについて性格を決めつけるのは無理があると思います。以上、会員診断の問題点を挙げました。いかがでしょうか？会員診断の限界がなんとなく分かったのではないかと思います。この会員診断なのですが、いい面ももちろんあります。ここで3点メリットを挙げます。まずは何といっても MBTI を世に知らしめたことです。本家の MBTI 協会は、日本では2000年代初頭から産業向けに検査を実施していましたが、人事担当の人ならともかく、一般的な知名度はほぼ皆無でした。それが2010年代後半からネットの会員診断が日本語化され、SNS を中心に広まっていきました。私もこうしたブームがなければ MBTI に出会うことはなかったので、
簡易診断が私の人生を変えるきっかけとなったと言っても過言ではないです。次の利点は、人によって感じ方や考え方が違うという MBTI の真髄を知れるということです。これを知っているだけで、相手の気持ちは自分とは違うのではと想像する手がかりになると思います。最後に、コミュニケーションツールになるということです。もちろんタイプを間違える、合っていたとしても偏見を抱くという大きなリスクもありますが、簡易診断を話の種として使うこと自体は一概に悪いとは言えないでしょう。以上、簡易診断のメリットを紹介しました。悪い面だけではないとお分かりいただけたかと思います。簡易診断では正確なタイプが分かりづらいとすれば、どうやって自分のタイプを見極めればよいのでしょうか。もちろん正式に MBTI 協会に検査を依頼すれば確実にタイプが分かることでしょう。そこではまずは簡易診断のように質問に回答してもらい、その後に有資格者の面談を受けて最終判断をするとのことです。しかし検査にはそれなりの費用がかかりますし、18歳未満の人は受けられませんので、みんなが気軽に自分のタイプを把握できるわけではありません。そこで確実ではないですが、自分のタイプをある程度客観的に推測する方法を提案します。それがこのチャンネルでやっている創作キャラのタイプ考察です。キャラクターの行動、そしてその背景にある心の動きを分析することでタイプを予想します。その上で、ここが大事なところですが、そのキャラに自分がどんな印象を抱くのかを考えてみてください。対象には好き、嫌い、あるいは興味ないという感じ方があると思いますが、それとは別に共感できるか否かという尺度があると思います。つまり、共感できて好き、できすぎて嫌い、できるけど興味は抱かない、共感できない場合でも、自分にないものを持っていて憧れる、意味がわからなくて嫌い、興味を抱かないと分かれると思います。それが自分と対象キャラとのタイプの差だと思うのです。具体的に言うと、ISFP の人は傾向として同じタイプの ISFP のキャラに共感や同族嫌悪を抱いたり、自分から遠い ENFJ のキャラに憧れや拒否感を抱くことがあります。ENFJ との比較では心理機能として主機能が自分の内向感情と逆ベクトルの外向感情なので、価値観というよりも価値観を抱く時の考えのプロセスが真逆です。逆に自分の第三機能で意識しつつもうまく扱えない内向直感が相手の補助機能にあたります。なので、ハマれば強く意識が働いて好きにもなりますし、強く拒否感を抱くこともあり得ます。相手にはプラスもマイナスもゼロもどの感情でも抱くことはあり得ますが、その時に共感できるのかも合わせて考えると、そのキャラと自分との距離がつかめるのではないかと思います。もう一つ類似のアプローチがあります。それは自分と近いタイプの視点を通して遠いタイプを意識するという考え方です。例えば ISFJ の人が自分と同じ ISFJ のキャラに感情移入するとします。そしてそのキャラは作中では INTJ のキャラが好きだとします。ISFJ と INTJ は同じ内向型ではありますが、前者が主機能としている内向感覚も補助機能としている外向感情も後者が軸とする心理機能ではなく、かなり離れているタイプです。ですので ISFJ の人から見て INTJ のキャラは本来はなかなか取っかかりがないと思います。しかし同じ ISFJ のキャラに感情移入することで、そのキャラが好きな INTJ キャラにも愛着が湧くという仕組みです。以上、何かしらのやり方でキャラのタイプを考察する、そのキャラについてどんな印象を抱くのか、好きか嫌いか、共感を抱くのか、距離を感じるのか
はたまた共感できるキャラを通して好感を抱くのか考えてみてください。そうするとそのキャラたちと自分とのタイプの差がなんとなくわかると思います。これは会員診断のアンケートに比べて着飾っていない自分の生の感情が反映されると思います。皆さんもぜひこのやり方をやってみてはどうかと考えています。今回は以上です。会員診断の講座を取り上げましたが、どんな形であれ MBTI を知った以上、その考え方を最大限に利用すればいいと思います。なので、今回紹介した自分のタイプを把握する方法を参考にして物事を見たらどうかなと提案させていただきました。このチャンネルではアニメやゲームなどの創作のキャラを MBTI を通して分析しています。これは私の独断によるものですが、皆さんにはそれを参考に自分なりの考察をして、そのキャラと自分との距離を測ると見えてくるものがあるのではないでしょうか。とはいえ、タイプ考察は無理にやることはないと思います。そのキャラが好きだったり、とあるキャラの言動に違和感を覚えたときに、その行動原理を考えるために考察してみるのがいいと思います。よろしかったらコメントやチャンネル登録、高評価などしていただけると何よりですが、内容に興味を持ってもらえるだけでも嬉しく思います。では次の動画でお会いしましょう。